皆さんこんにちは。今回は寝台列車の続き。日本の家族にとっては初めてがいっぱいの一日。南スウェーデンの家族と伝統的なスウェーデンの夏至祭をお祝いします。美味しいご飯は3回出てきますよ。ぜひ最後までご覧ください。それでは早速前回の寝台列車の続きからスタート。ジェマとブライアン。もうね、家族はそっちで待機してます。駅に到着するとヨハンのお父さんとお母さんが迎えに来てくれていて、ブライアンとジェマも久々の再会で嬉しそう早速車に乗り込み実家に向かいます。今回は犬が2匹に大人が4人、大きなスーツケースもあるということで、わざわざ車2台で迎えに来てもらいました。そして見てください、こののどかな風景。私たちが暮らす北スウェーデンではあまり見かけない小麦畑を見ながら走ること約1時間半。前日の正午に家を出てからと考えると21時間以上移動し続けて、ようやくヨハンの実家に到着です。この日は夏至祭当日、しかも朝の10時ということで、まずはこちらの朝ごはんケーキをいただきますよ。すごいスウェーデンでは夏になるとこうやって外で食事をする人も多いので、外用の家具というのがとても充実しています。そして母と姉、私の3人がこちら側のソファーに座らせてもらうことに。スウェーデンの朝ごはんは火を使わずその場で準備して食べられるものが多いんですが、今回は夏至祭当日のためにヨハンのお母さんが前日からサンドイッチケーキの準備をしてくれていたみたい。またスウェーデン恒例の自分が食べる分のケーキを自分でカットするセルフケーキカットにも私の家族に初挑戦してもらいました。美味しい朝ごはんを食べ終わり、荷物なども整理できたところで、家の周りをぐるっと歩きながら家族に紹介していきたいと思います。このイエローの外壁は私がこのお家に初めてお邪魔した時から大好きな色で、ここスウェーデンではとても伝統的で人気のカラーなんです。ここに玄関があると、じゃじゃーん、私がすごく大好きな大きな木がここにあるんです。下から見るとね、どんな感じかというとこんな感じ。これがね、家の目の前にあるってやばくないですか？すごいよね。こっから上を見上げると、わー何メートルあるんだろうっていうね。樹齢が100年くらいです。そしてこの家の反対にはですね、お家が建っております。奥の白い建物が先ほど朝ごはんを食べた場所、日光浴ができる場所、そして犬たちが休憩できる場所とかもあります。ここにね、もみの木みたいなのがあって、これはリンゴです。で、こっちがさくらんぼの木が、それもさくらんぼです。今はねまだなってないんですけど、なるとめちゃくちゃ美味しいです。こちらの木はですね、梨の木です。洋梨かな。夏の終わり頃になるとたくさん梨が取れるので家族で食べたりします。これがルバーブです。ヨハンの実家にはリンゴや洋梨、さくらんぼの木の他にもいろいろな種類のベリーが植えられています。ちょうどこの時は6月だったので実が小さかったんですが、この動画がアップされる8月初めにはいろんなフルーツで甘い香りに包まれるカラフルなお庭になっているのかなと思います。
こんな感じでお庭がすごく広くて、本当にここに帰ってくるたびに自分の実家みたいな気持ちになります。ここで私の家族が一番びっくりしたヨハンの実家にあるある施設を2つ大公開です。まずはじゃーん、ここでエリンとお馬さんのダニーが乗馬の練習をしたりしています。すごいですよね。そうなんです。家の目の前に乗馬専用のパドックがあるんです。そして次はこちらの馬小屋。ダニーっていうエレンの馬です。この中で一番大きい24歳のダンテ君に、小さいけど勇敢で一番仲間思いなポニーのムンレ君。2頭とも1999年生まれで、エリンよりも2歳も年上なんです。スウェーデンの子供の習い事でサッカーやアイスホッケーと同じくらい人気があるのが乗馬ということで、こうやってお家にお馬さんがいることもそんなに珍しくないとのこと。私たちは2匹の犬と暮らしていますが、ヨハンの実家では2005年から現在まで多い時にはお馬さん4頭と一緒に暮らしていて、大切な家族といえどもお世話がすごく大変なので、本当にすごいなぁといつも感心しています。あと猫ちゃんも4匹いるんですが、夏の間はみんな外に大冒険に行っているので、また機会があればご紹介したいなと思います。ちょうど12時を回った頃、エリンからある楽しいアクティビティのお誘いがあったので、みんなを呼びにやってきました。Wow. Have you ever done this? Yes, like 3-4 times before. お庭から枝や草花を集めてきて作るのは、夏至祭には欠かせない花冠。私が頭に巻いているのはお家にあった針金。これを頭の大きさ分だけ測って切っていきます。私たちが作業していると、ここで弟のフィリップが到着です。ウプサラに暮らす妹エリンも大学の夏休みで実家に帰省中だったので、兄弟3人久々の再会です。So, have you all done these loops? Two loops? Yes. And the distance should be kind of close. Yes. So, when you put it here. Yeah, that's good. And I use this one to tie it later. 私も花冠を作るのは初めてなのde教えてもらいながら実際に作っていきたいと思います。Typ så. Och sen kanske man vill ha mer, så då kan man ta en till gren. Kanske något sånt där. Och sen så tar vi och bara snurrar runt. På det. Nej, men nu har jag inte Super nice. typ något sånt där. Nej. Är det ändå sött eller? Ja, exakt. Ska det vara åt det hållet eller ska det vara åt andra hållet? So nice. 最後にリボンで結んだら完成。シンプルだけど夏らしくてすごく可愛くないですか？枝や葉っぱ、庭に咲いているお花だけで簡単に作れてすごく楽しかったので、もしよかったら皆さんも作ってみてくださいね。午後3時からあるイベントに行くということで、その前にランチをいただくことに。スウェーデンでは恒例のビュッフェスタイルで、じゃがいもにスモークサーモン、ニシンの酢漬けにシーフードサラダなどいろいろ美味しくいただきました。そしてスウェーデンのお祝いには欠かせない度数40度のお酒スナップスもこれからいただくみたい。Hej tomtegubbar slår i glasen och låt oss lustiga vara. Hej tomtegubbar slår i glasen och låt oss lustiga vara. En liten tid vi leva här med mycket möda och stort besvär. Hej tomtegubbar slår i glasen och låt oss lustiga vara. Skål! Skål!
Ja.お。It's not too bad じゃない？美味しい。美味しい。でも今度飲んだらもう Och god. ランチの後はそのままフィーカということで出てきたのがこちらです。 Blandat ner jordgubb i glasyren. Elins rekommendation. そしていよいよ夏至祭のためにある場所へお出かけです。じゃーん。お家からしばらく走るとこの景色。今走っている平地の先に山というか大地があるんですが、山自体がとても珍しいスウェーデンではこれくらい低い山でも大人気の観光地なんです。すごい人が。それではスウェーデンの夏至祭に潜入していきたいと思います。ちょうど私たちが会場に着いた頃行われていたのがミッドサマーの象徴メイポールを垂直に立てる儀式。このメイポールは白樺の葉っぱや野花でこの会場に集まったみんなで飾り付けました。夏至祭とは日照時間が1年で一番長い夏至の日に行われる北欧の伝統的なお祭りで、歌が流れ始めるとこのポールの周りに人が集まってきて一斉に踊り始めるんです。小さい子供からおじいちゃんおばあちゃんまでみんなで手をつないで一緒に踊っていて、見ている私たちもすごく楽しくなりました。日本みたい。すごいもりもり。晴れていたおかげでこんなに綺麗な自然が見られてすごくラッキーでした。時刻は夕方5時半。これからお家に帰ってあるアクティビティをしますよ。3対3に分かれてお庭でスウェーデンの伝統スポーツクップに挑戦してみることに。ルールはとても簡単で、木の棒を投げて木の的を倒すというシンプルなゲーム。すごくシンプルなんだけど結構難しくてなかなか倒れないのでドキドキしちゃいます。あと1回で落とせんと負け。そして夜ご飯の前に犬の散歩へ。ヨハンの家の周りには古代樹の森というような素晴らしく美しい自然が広がっているので、森林浴をしながらのんびり散歩をしました。私たちが家に戻ってくるとヨハンのお父さんが外でバーベキューの準備をしていて、家族みんなが集まったということでスパークリングワインを開けてくれました。ナイス。ヨハンの実家ではお父さんが料理を担当することが多いんですが、ヨハンのおばあちゃんと同様本当にお料理が上手なのでいつも美味しすぎてお腹いっぱい食べてしまいます。ちなみにご飯を食べ始めたのが夜8時頃。それにしてはめちゃくちゃ明るくないですか？北スウェーデンほどではないけれど、スウェーデン全体が白夜の影響で夜もずっと明るい状態。ビーフにポーク、ソーセージといったお肉やディルと一緒に茹でた美味しいじゃがいももベアルネーズソースでいただきます。ここからは別の日に撮った映像なんですが、This must be candy. Yeah. Candy. With snacks with. Face towel? Face towel. It's like you win the
Windsor. Very nice. どうですかということで And what does it say here? なんて書いてありますか？メンバーシップで皆さんから日本のお土産のアドバイスをいただいていたおかげで、どのお土産も喜んでくれて大成功でした。ちなみにヨハンのお父さんにドラえもんのキーホルダーをあげたんですが、スウェーデンではドラえもんを知っている人はすごく少ないので、ドラえもんの正体を伝えるとすごく可愛いと大絶賛でした。今回はブライアンとジェマの出番が少し少なかったんですが、スウェーデンの夏至祭の一日楽しんでいただけましたでしょうか？引き続き南スウェーデンの滞在期を Vlog にできたらいいなと思っているので、もし見たいと思ってくださる方がいたらコメントをくださると嬉しいです。日本ではまだまだ暑い日が続くと思います。絶対に無理はせず、たくさん休養を取りながら、また来週お会いできるのを楽しみにしています。ベスティスメンバーになってくださった泉エビネさん、100人近くのメンバーの皆さんもいつも本当にありがとうございます。インスタグラムでも日々の暮らしの様子をアップしていますので、もしよかったらフォローしていただけると嬉しいです。それではまた来週もお会いしましょう。ヘイドー。